彩香です。今日は特別ゲストに来てもらってます。熊澤さん、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。沖縄なんですよ、ここ。沖縄なんですよ、実は。いつもは東京で撮影してるんですけど、今日はたまたま熊澤さんとのご縁があり、僕からコラボ依頼をしました。はい、ありがとうございます。で、今日はこの道着、まずちょっといいですか？これちょっとすいません。触れてもいいですか？これに。これでライジンに出たんですよ。2年前ライジンに出てちょっとやられてしまって、武道家スタートはライジンに道着で出てやられて、そっから修行中です今。なるほど。はい。格闘家の熊澤さんなんですけど、今は武道。そうですね。一応元アウトサイダーのチャンピオンだったんですけど、はい、そこから武道美術の道に入って、今空手を勉強しております。はい、よろしくお願いします。私今日習いたいことがあって、はいはい。習いたいというか、私が、今年空手引退したんですよ。はいはい。で、試合にはもう出ない。はい。空手の試合には出ないんですけど、もしMMA とか、総合格闘技に私が出たとして、持っておいた方がいい技ってあったりしますか？なるほど、面白い。そう、もし出た時に、この技使えれば結構いいよとか、なんか立ち技とかは入れることはできるんですけど、なんか近づいた時に何かとか。けど伝統派空手ではもうトップ選手じゃないですか。要は間合いを詰めるのは得意なんで、逆に詰めた後のまたとどめというか、そうです。その辺が知りたいってことですね。はい、その辺が知りたいです。わかりました。先に伝統派空手の間合いって大体どのくらいなんですか？総合と間合いがちょっとだいぶ違うんで。違いますね。はい。このぐらいですかね。遠いですね。この遠さわかるかな？伝わってるかな？そうですよ。ここから。おお。ここから入り込みます。てかサウスポーなんですね。サウスポーです。ちなみに蹴りだとどれくらいな？蹴りいきますよ。蹴りもこのぐらいから。ここから届くんですか？ここからちょっと入り込んで。っていう感じです。伸びますね。ありがとうございます。なるほど。はい。わかりました。じゃあですね、今日一緒に稽古しているもう一人女の子がいるので、その子を呼んで、ちょっと総合の動きを少し見せましょうね。はい、お願いします。どうもこんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。小川ひとみです。沖縄県内で役者タレントとして活動しております。総合格闘技は、まず顔面のパンチ。で、蹴りはローもありますね。ローも。で、こういう掛け切りもあるし、裏回しみたいな。裏回しもあります。けど要はこの遠距離の場合、伝統派の方は結構やっぱこの周りが得意ですね。で、そこから半歩入ると要はキックの周り、キックボクシングの、そこからもうちょっと入るとボクシングの周りですね。けど最近総合格闘技はより武術的になってて、肘が入るんですよ。膝が入りますね。ちょっと帰るかな、今日もうやめようか。肘と膝膝が。で、そこからテイクダウンがあるんですよ。テイクダウンっていうのは投げ技なんですけど、ちなみに伝統派も足かけて、でも手持つのは本当に一瞬です。ちなみにどんな感じの？例えば技出して、で、ここで近づきましたの時にこっち掴んで、こっちに出すみたいな。そう、一瞬でね、シュッっていうのはあるけど、私はあんまりやらないです。ちなみに現役時代は何タイプだった？何タイプ？なんて水タイプとか。何？結構相手が来たのに対してカウンター。カウンターと中段蹴り。なるほど。やっぱ出るんだったら、
今まで生かしてた技術を生かして、はいやっぱ来たものに対して例えば横にずれて足払いをする、例えば伝統計らってだったらここで少し崩せますよね、はいけど総合をやってる人は結構腰が重くて倒せないんですよ、けどここで側面を取れてるのでここからやはりこのバックに回ったり、例えば足を取ったり要は相手を倒しますね。そっか、持ってもいいんですね。持ってもいいです。なるほど。倒れた相手に対して総合はここから顔面を蹴ってもいいし顔を踏みつけてもいいし待って、ちょっと怖いかも。ちょっともし出たらとか言ったけど。今ここから関節技に入るんですよね、関節が大きく分けて2つです、はい、腕系か足系、はい、要は腕っていうのはこう曲げるのかこう曲げるのかこう曲げるのかで決める角度があるんですよ、こうなってもらってであとこう足です。足もこう曲げるのかこう曲げるのかこう曲げるのかで変わる感じなんですよ、だからあやさんが出るのとはやはりこうまずは誘って当ててこけさせてこのいわゆる上と下の状態になってから、僕としては寝技に行かないで立たしてほしいです。へえ。やっぱし本来の空手っていうのは、寝技に行かなくても、立ったままで倒せると思うので、なるほど。だからもうタックルは全部切る。なるほどね、空手をちゃんと生かして、戦うという、なったらこう起き上がってきたところに対してでもいいです。いいし、逆に立たしてもかっこいいですね。あで、当てて、けど相手こう寝技に来た時だけしっかり切る。下を当てるとか。でもそれはこうやっぱ倒すとかはやっぱり相手のエネルギー消費させたりとか。そうですね。それもやっぱりこう倒した方が、多分多人数を想定されてる。た時に、なんか倒して寝技とかやってる間にね他の人に襲われるかもしれないんで、で倒してで次またっていう感じが一番良さを出せるんじゃないかなと。なるほど。でもせっかくなんで締め技1個やりたいです。ね。はい。私最近柔術にちょっとハマってて。あ、本当ですか。はい。まだ2ヶ月ぐらいなんですけど。例えば空手の打ち込みってこういう感じであると思うんですけど、寝技にも打ち込みがあるんですよ。へえ。それはちょっと柔術と異なるかもしれないですけど、キャッチレスリングって言って腕を決めて足を決めてどんどん動き回る動きがあって、それをもう一人、僕の相方がいるんで、もう一人ゲストが今日はゲスト多いです。今日ゲスト多いです。ゲストのジャンプ君ですね。ジャンプ君、ゲストのジャンプ君です。ジャンプ君でちょっとジャンプ君で。これ覚えてると、短期間でめちゃくちゃ強くなります。すごいコツがあって、人間っていうのは例えば立ってる人に対して立ってる人に対して彼女は今右側にちょっとずれてるんですよ。要は背骨をまっすぐ正中線やってるようで、彼女の肩はちょっとここにずれてるから、ここに重心がかかってるんですよね。で、今度はあやさん、あやさんはやっぱここに落ちそうなのをここで保ってる。で、結構背骨がやっぱし綺麗にまっすぐなってるはずなんですよ。で、この組み技とかに関しては、この背骨をどれだけずらせるかがポイントなんですね。レスリングでも柔道でも。そうなんだ。だからこの背骨のラインを少しでも崩せるように軸をずらす。これを寝技でやるんですよ。ということは、今このジャンプ君の背骨がまっすぐあるとしたら、僕の背骨もまっすぐですね。今正中線上なんですよ。これは要は五分五分、打撃でいうと正面、こういくと顔面パンチもらっちゃう、だから寝技に行くときに必ず背骨だけ見てください、背骨のラインをずれる、背骨のラインをずれる、これがまず1個目です。で2個目は要は一番力が弱いところは手首なんですよ。胴体に行けば行くほど体幹が強くなるので、
ということは関節を決めるときには一番力が入らないはい手首はいと自分の体幹で決めますね。で腕十字に関しても脇をかけて決めますね。でニーザベリーは殴る。でここで三角締め。おお。あ、へ三角え。締め。じゃあこれをじゃあちょっと打ち込み式でやるとどうなるかっていうと、まあ足もあるんですけど、足もまっすぐではなくてずれる。それで決める。決める。決める。おお。折れちゃってます。ボキボキです。ああ、ジャンプ。おお。なんかこう、まあ殴る時も決める時も正中線からずれる。はあ。これはコツになりますね。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。木村は私いつもはいここからやります。こうなった瞬間、はいこうはいはいはいなってからこうやってやって、はい。あ、なるほど。じゃあここからさらにあやさんがこはい、こに移動してくれます。下半身。あ、そうですそうです。で木村をこれ。はい決めるとより決まる。落ちてますね。より決まりますね。もう折れまし折た。れてますね。勝ちですこれは。初ですね。勝ちました。あ、なるほど。ここで無理だったらこっちに移動する。そうです。でこれがそのいわゆるポジショニングですね。打撃で言うと、はい。伝統でもポジショニングってあります。ポジショニング、はい。このままいっちゃうとちょっと、はい。避けられちゃう可能性があるから、はいはいちょっとこうずれたりとか。あ、ずれる。うん。それをこの今グラップリングでは馬乗りマウントポジション、ニーザベリー、うん。今朝固め、横四本っていうような間合いを変えます。だからこのポジショニングの練習でマウント、ニーザベリー、今朝固め、上四本、ニーザベリーおっていうポジションを移しながら技を結構なるほど。決めていきますね。はあ、すごいわ、面白い。は総合格闘家だったらい。大体この辺までみんな指導できるんで、でここから1個上があるんです。おお、今日聞けるんですか。これはちょっとせっかくなんでやった。ずれて今日この揺り戻しああ、風がすごい。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。